こんにちは、かなおです。今回は、第6巻の謎が解明される、第3の目、超能力とも呼ばれる第6巻について考察していきます。人間には、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚という五感以外に、6個目の感知能力が存在すると長らく思われてきました。何らかの感覚がある気がするけど、なんだかわからない。故に第6巻と命名され、今に至っていますが、どうやら第6巻は磁気であるという研究結果が出ました。この研究結果を発表したのは、東京大学とカリフォルニア工科大学、プリンストン大学の共同研究チームが発表しました。チームは、様々な国籍の18歳から68歳までの男性24人、女性12人の計34名の被験者を脳波計をつけた状態で磁気を完全に遮断できる特殊な部屋に入れ実験を行いました。脳波計は頭部に設置され、頭部の64箇所の脳波が計測できる装置を使用しています。64チャネル脳波計というものです。脳波計は脳電図とも呼ばれ、脳から生じる電気活動を外側から観測する装置です。磁気を完全に遮断できる特殊な部屋に入れられた被験者に対して、地磁気と同程度の磁気を発生させ、頭部を刺激し、その際の脳の反応を計測したのです。その結果、地磁気の向きを変えると、脳波が変化することを発見したというものです。この実験結果から、チームは人間が地磁気を感じ取ることができると結論付けています。ただし、被験者から聞き取り調査をしても、地磁気を感知していることを認識できている被験者はいませんでした。昆虫や動物などに地磁気を感じる能力があることはよく知られておりますが、人にも地磁気が感じ取れていることが証明されたわけです。動物はこの地磁気を感じる能力を主にナビゲーションに使っています。渡り鳥やミツバチが有名ですが、他にもたくさんの動物が磁気で方向を認識していると思われます。ただ、我々が昔から第6巻と思っているものは、地磁気による方角の認識でしょうか。かなおは、方向認識に使う地磁気を感知する能力が第6巻と言われても、かなり違和感があります。第6巻というと、危険を察知したり、人の気配を察知したり、未来を察知したり、中には、家族の死を遠方で悟る虫の知らせも、第6巻と呼んだりするのではないでしょうか。ですので、もし地磁気を感じ取る期間があり、それを第6巻であったと定義するなら、すぐに第7巻という話が出てきそうな気がします。しかも、この地磁気を感知する能力を、人は意識しても無意識でも認識できないということなので、無意識ながらも認識できる我々が思っている第6巻の方が、第6巻らしい気がしませんか？皆さんはいかがでしょうか？米軍などでは、人の持つ、この鋭い感覚を真剣に調査研究しています。その中でも、ネイティブアメリカンの持つ危険察知能力に着目し、実験部隊まで編成して、ベトナム戦争に投入しています。ネイティブアメリカンの危険察知能力は、イギリス、フランスなどが、北米大陸で植民地をめぐって抗争を続けていた頃には、英仏軍双方から頼りにされていました。現代になって、再びそれに着目した米陸軍の特殊部隊である通称グリーンベレーが、ネイティブインディアンの持つ能力を活用するため、多くのネイティブアメリカンの若者をリクルートし、その能力を確認しながら、石膏としての教育を施しています。その際に、ネイティブアメリカンの若者の多くは、軍人らしく、髪を短く切られたらしいのですが、髪を切られることを拒否した者もいたようです。そして、髪を切った者は、軍が期待するような成果を出せなかったようですが、髪を切らなかった者は、期待以上の結果を出したようです。
そのため、米軍の研究者の間では、髪の毛が触覚のような働きをしているのではないかと、研究を進めたようですが、明確な答えは出なかったようです。答えが出なかったのか、隠したのかは不明ですが、今のところ偵察特殊部隊など、敵地に深く潜入して作戦を遂行する部隊に、挑発の部隊があるとか聞いたことがないので、第6巻の研究とともに消し去られたのでしょうか。少し気になっています。日本でもアニメをはじめとして多くの作品に第6巻や第3の目、超能力を中心に据えたコミックや映像作品があります。第6巻と呼ばれる感覚はやはり人の興味を引くのでしょうし、持てるものなら持ちたいと多くの人が思っているのではないでしょうか。今までこの能力については様々な説がありました。前述した通り、地磁気を感知する能力も一つの説だとは思います。ただ、今回の発表をもって解明されたとすることには、カナオは共感できません。特に危険を察知する能力、人の気配を察知する能力、殺気など人の敵意を察知する能力、未来を予知する能力、これは、地磁気を感じる能力では説明はできないでしょう。カナオは、不思議な体験をしたことが、何度かあります。一つは、事故で死にかけた時に、周囲の景色が白黒になり、スローモーションとなりました。これは最新科学で解明されています。それによると、死の危険を察知した脳が、生き残るために、不要な思考や処理をすべて止め、生き残るのに必要な情報のみを超高速で処理しているため、景色の色がなくなり、スローモーションに見えるそうです。そうやって時間を稼ぎ、身をかわしたり、受け身を取ったりする体制を整えることができるのです。実際、カナオは身を守る動作ができたため、頭部の負傷を免れました。手足は負傷しましたけど、これは第6巻というより超能力に近いのかもしれませんが、人の脳がそのような作りになっていることは理解できます。2つ目は、事故ではなく、スポーツをしている時です。おそらく凄まじく集中していたのだと思いますが、ラケットで受けるボールが突然スローモーションとなりました。この時は景色に色がついていましたが、ボールがラケットに受け止められ、ボールが変形し、ラケットの弦が伸びて膨らむところまでしっかり見て取れて、思った通りの場所にスーパーショットを決めることができました。人生で一度しかないのですけど、これは一つ目とは違って、身に危険が起きたわけではないのですが、極限状態に近い集中状態だったのだと思います。同じようなことは、長嶋茂雄元監督も、ボールが止まって見えるとおっしゃっており、人は集中すると制限されている脳の能力が使えるようになるのではないでしょうか。スポーツ選手で名高い人は、おそらくもっと高い頻度で、この状態が起きているのではないでしょうか。脳の能力が制限されているのには理由があるのでしょうけど、集中すると解除されるのかもしれません。第6巻とは少し違うのかもしれませんが、脳に関連するのは間違いなく、何らかの隠された機能がまだ脳にはあると思います。第6巻とは、リミッターが外れた脳が感覚器の能力をフル活用しつつ、高速処理することなのではないでしょうか。地磁気のようなセンサーとなる器官もどこかに隠されているのかもしれませんが、見た目にはもうあまりあるように見えません。体の中にあるのだと思われますが、人体はかなり研究されています。そうなると、すでに発見された臓器に隠された能力があると見て、間違いないでしょう。地磁気をどの器官が感知しているのかは、今回の研究では明らかにされておらず、脳が反応していることが分かっただけです。鋭敏な感覚と第6感は違うのかもしれませんが、本来は感じ取れない匂い、温度、湿気、音を感じ取るだけで、人の能力はかなり上昇します。特に、野生の中で生き残るには、鋭敏な感覚は必須でしょう。なので、昔は人類はもっと鋭敏だったのではないでしょうか。それゆえに生き残って、地上の覇者になれたのでしょう。例えば、先に記述した石膏。これは、
待ち伏せしている敵の気配を察知し、不意打ちされるのを防ぎます。それは匂いであったり、音であったりします。昔であれば、肉食動物の待ち伏せなども察知できたのではないでしょうか。優秀な石膏は、本来は聞こえるはずの虫の声が聞こえない、風の音や水の音など聞こえていた音が遮られることで、人や動物が横切ったことを察知すると言われています。それを明確に認識できる程度が、人によって違っており、鋭い人は一般人より、それを鋭敏に感じ取るのだと思います。それは、感覚器官の能力にプラスして、脳の処理能力も高い状態だと思われるのです。しかし、これで、人や動物による危険を察知することはできますが、正夢や予知能力、虫の知らせを説明するのは難しいでしょう。したがって、人間には、まだ隠されたセンサー、つまり、感覚器とリミッターで制限された脳の隠された能力があるのだと思います。皆さんは、ご自身の能力、第六感についてどう思われますか？今回の動画はいかがでしたでしょうか？もしよろしければ、チャンネル登録といいねをお願いいたします。今後も皆様の持つ謎や不思議を考察していきたいと思います。